本日の気温37度。鹿児島で一番有名なかき氷を食べに行きたいと思います。今日は夏の装備も完璧です。ネックリングもつけてるし、どれぐらい持つのかわかんないけど。暑い。運賃上がるんだ。大人170円だったのが200円。というわけで、鹿児島の繁華街天文館に向かいます。っていうか、このクールネックリングという代物、電車の中でしか冷えない。どういうこととか思いながらぼーっとしてたら、何これ、薬屋の独り言店。アニメが今止まってるから続き見れてないんだけど、薬師の女の子が主役なんだよね。で、なんかその関係で近くの薬局とかでもこの薬屋の独り言の薬手帳、確か50円ぐらいだったかな、で販売してた。買ったよね。てなこと言ってる間に天文館に到着。天文館通りで降りてすぐ目の前の G3 アーケードに入っていくと、その先に無邪気がある。この辺り歩くと大体携帯会社の人が立ってるよね。料金気になるんだけど、近づいたらなんかいろいろ質問されるんでなかなか近づけないでいる。天文館の有名かき氷店無邪気に向かって歩みを進めていくと、かき氷の前にお食事いかがすかっていう感じで食べ物屋さんの看板がいろいろ並んでる。平日なのに思ったより人いる。なんかめっちゃ並んでるような気がする。気温37度って言ったら絶対並んでないだろうと思って行ったら、めちゃめちゃ並んでた。何これ、みんな仕事どうした？あまりにも人が並んでたんで、現実逃避して反対側のお店を眺めてみる。もう一回見ても行列は減ってない。いやー、それにしても建物でっかいな。これ全部無邪気のお店なのかな。こっちはなんだ？あ、テイクアウトに並んでるのか。現金のみ。でもせっかくなら店内で食べたいよね。並ぼう。というわけで覚悟を決めたんだけど、なぜか速攻で案内されてしまった。どうも一人だということと食事も一緒にするということで、2階の方にちょっと空きがあったらしい。っていうかめっちゃタイミングが良かったのかな。なんか白熊グッズがある。入り口に飾ってある白熊グッズがめちゃ可愛い。この T シャツと帽子なんか可愛いな。というわけで相当な覚悟を決めて行列に並んだのに、賞味3分程度で着席。これがメニューか。白熊がメインだしな。そう迷うこともないよね。とか思いながら開いたら、意外にメニューがあった。ピザにとんかつにカレーにチキン南蛮にアジフライ。定食屋クラスじゃないか。食事とセットなら6種類から選べるベビー白熊が110円引き。お得だな。この南海の黒熊っていうのも気になるんだけど、あとこのプリン白熊とかソフト白熊も気になるんだよね。テイクアウトにヨーグルトもあるんだ。ヨーグルト白熊、さっぱりして美味しそうだな。というわけで、白熊のお店なんでしょと侮ってたら意外といろんなメニューがあった。ちなみに白熊だけ注文するお客様は、ベビー白熊なら大人1人1個、レギュラーサイズだと1人から2人でシェアも OK。 何気にお高いんでしょと思ってた T シャツが意外とお手頃で驚いた。靴下かわいいな。この靴下屋とのコラボ。鹿児島県産黒豚タコス一つ、はい。
ベビー。はい。タコスとベビーですね。はい。そうです。なんか昭和の台所にあったようなレトロなカーテンをめくると、向こう側の客席も見えた。部屋が分かれてるんだ。並んでる人たちも一人っていうよりは家族連れ、3、4人の家族連れとか、あともう10人ぐらいとか、あとまあ少なくても2人連れぐらい、あんまり一人でいる人はいなかったような気がする。いやー、昭和の夏ってなんか台所と今の間にこういうカーテンってあったよね。私の手元にある資料によると、なんか当時5階までお店があったらしいんですよね。地下に茶屋無邪気っていうのがあって、炉端焼き風の食事とかの和風茶屋で、夜はお酒も飲めたりするみたいなとこで、1階に無邪気っ子っていう白熊と軽食、あと中華も味わえるバラエティフロアって書いてあるんだけど、あと2階にはレストラン無邪気、洋食をなんかリッチな感じで食べてくださいって書いてある。で4階5階は味どころ無邪気亭っていうのかな、お座敷でゆっくり食べられる鍋料理とか懐石料理ってやってたんだって。あと当時は支店にお好み焼き専門店ポテジュっていうのもあったらしい。はい、ください。ありがとうございます。645。はい、ごめんなさい、6名様どうぞ。とか言ってる間に黒豚タコスが登場。期間限定メニューで1500円。スープ付き。結構ボリュームあるな。っていうか、白熊入るかな。期間限定メニューは2種類あって、ハンバーガーちょっと重いかな、白熊食べるしなとか思ってタコス頼んだんだけど、タコスも結構がっつりしてた。このワカモレトルティーヤっていうのが何のこっちゃわかんないんだけど、タコス&ワカモレトルティーヤにカルニタスにサルサハロハとサルサメヒカーナで定番タコス。何のこっちゃわかんないけど、多分なんかサルサタコスっぽい感じの具材が乗ってるみたいです。というわけで白熊の前菜として食べるには思ったよりボリュームあった黒豚タコスを食べているわけ。なんかめっちゃこぼしてるけど、サルサソースは全然辛くないので、なんだろうこれ、サルサチリソースはどんどんかけて構わない感じ。子供でも多分食べられそう。だいたい5分で完食。食べるのだけは早いと言われています。なんやかんやしてる間に白熊が登場。めいめい鼻口。ベビー白熊700円。通常サイズの半分ぐらいの量らしい。それでも結構なボリューム。では早速いただきます。多分ね、ご飯食べた後に軽く食べる量のデザートじゃないような気がするんだけど、スプーン進めていきます。いただきます。おー、甘くて美味しい。甘いんだけど割とさっぱりした甘さで、氷は結構細かめでサラサラしてるから食べていく花から崩れていくので、こうどこから取り崩していくかっていうのを慎重に進めていかなければいけない。動画には映ってないんだけど、めっちゃしょっぱなからスイカを落としてしまっているので、重量物はね先に片付けた方がいいかもしれない。
どうやったらこんな中までちょうどよくしみしみのシロップができるんだろう。白熊やっぱり美味しいし、すんごい体が冷える。っていうかさっきまで灼熱だったはずなのにめちゃ寒くなってきた。最後の方になるとなぜか冷たいものを食べているのにスプーンをフーフーしながら食べたりして、なんか不思議な行動をしてしまった。今回は2階のレストランだったけど、1階の無邪気のカフェではジャンボ餅、鹿児島名物のジャンボ餅というお餅も食べられるらしい。美味しかった。っていうか今日も腹パンまで食べてしまった。みんなまだ並んでる。先に食べてごめんなさい。9時30分ぐらい。4時半ぐらいはこんな感じなんだ。狙い目かも。白熊の前も写真撮影できるぐらい空いてた。なんかみんなこの熊と一緒に撮ってるよね。触るといいことあるらしいんだけど、触りそびれた。7月の営業時間のお知らせ。繁忙期と普通の時期はちょっと営業時間が違うのかな。というわけでラッキー白熊と記念写真を撮ったところで宝くじを購入。ありがとうございます。ここを通るとついつい買いたくなっちゃう宝楽まんじゅう。宝楽まんじゅうは九州4県にわたって展開している蜂蜜を練り込んだ生地が美味しい、いわゆる回転焼き、今川焼き。もともとは熊本の水俣が発祥らしい。これが柴犬だったら携帯乗り換えてたかもしれないな。平日の夕方の街を歩くといつもの変わらぬ風景。当たり前に思っちゃうけど、この当たり前の風景が続いていくことを当たり前に思っちゃいけないんだなぁと最近しみじみ思う。というわけでドンキを一回りして帰ります。火山の妖精マグニョン、鹿児島のご当地キャラクター。かわいいよね。なかなか値段するな。最近お気に入りのドンキのナッツ。あんまドンキで買い物とかしてなかったんだけど、最近物価高もあってドンキホーテ利用してる。最後まで動画見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。